は一度食べたら止まらないシャキシャキのごまマヨ白菜サラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はごまマヨドレッシングの白菜サラダを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今の時期お安く手に入る白菜をたっぷり使ったシャキシャキで美味しい白菜サラダを作っていきたいと思います。味付けは今回ごまマヨ味でいくらでも食べれちゃいそうなとても美味しいレシピです。さらにですね、その白菜サラダを使った簡単なアレンジレシピも一つご紹介したいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、貝割れ大根、ツナ、マヨネーズ、お醤油、お砂糖、顆粒の和風だし、すりごま、塩、ごま油です。今回はこちらの材料で作っていきます。白菜の重さは全部で 500g です。そして使うこちらのツナ缶ですが、今回私はね、ノンオイルのものを使いますが、通常のオイル漬けしてあるツナ缶を使っていただいても OK です。その際はしっかり油を切ってご使用ください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず白菜を切りましょう。まずね、根元を切り落とします。で、あとはね、1センチ幅ぐらいに切っていきます。もし切りづらい時はね、少しずつ分けて切っていただいて OK です。手を切らないようにだけ注意してください。ちょっと厚めのものがあったりした時は、これを半分に切りましょう。こんな感じで切るとね、たまに厚い部分があるので、もしそういう部分があったらね、半分に切ってください。はい、白菜はこれで OK です。そしたらボウルを用意していただいて、この中に白菜を全部入れます。ここに塩を小さじ1/2振りかけます。これで軽く揉み込みましょう。全体に塩をなじませてください。で、塩がなじんだらこのまま10分置いて白菜の水分を外に出します。続いて貝割れ大根です。貝割れ大根は根元をね、切り落としましょう。で、これをざるに入れてさっと水洗いして水気をしっかり切ります。はい、貝割れはこのように水気を切っておきましょう。ではね、続いてボウルにドレッシングをね、作っちゃいましょう。ではまずボウルにマヨネーズ、で、ここに顆粒の和風だし、お砂糖、お醤油、すりごまです。そしてこれを混ぜましょう。で、最後にごま油ですね。これで混ぜます。ドレッシングはこれで OK です。それでは白菜がね、今10分経ったので水を切ってこのドレッシングの中に入れていきます。で、ぎゅーっと絞ってください。根元の部分がいっぱいある時はギューッとやるとポキッと折れちゃったりするので、指でこんな感じでね、押さえるように押し付けてみてください。そうすると硬い芯の部分でもしっかり水を切れます。はい、こんな感じです。たっぷりですね。ではここに水気を切った貝割れ大根も入れます。あとは水気を切ったツナ缶ですね。オイル漬けのものはオイルをしっかりめに切ってください。ではこれを入れます。あとはこれを和えていきましょう。しっかりね、白菜の水分とか、あとは貝割れ大根の水分を切らないと水っぽいサラダになっちゃうので、水分はね、しっかり切るようにしてください。はい、こんな感じでしっかり混ざれば OK です。これでサラダの完成です。お好みでね、ブラックペッパーなどかけていただいても OK です。それでは白菜サラダを使った簡単なアレンジレシピ、白菜サラダサンドを作っていきたいと思います。ではまず食パン2枚にバターをね、塗りましょう。こうやって食パンにバターとか油分をね、塗っていただくと食パンにサラダの水分が染み込まないので、しっかりと油分を塗っておきましょう。はい、でバターを塗ったら白菜サラダをのせます。で、この時にちょっと水っぽい時は水気を切っておいてください。はい、こんな感じでモリモリっと置いてください。で、重ねる前にラップの上に置いていただいて、でその上にまた食パンを重ねます。で、軽く押さえましょう。で、少しきつめにキュッとね、ラップでくるみます。はい、これで OK です。このまま10分置いてなじませます。はい、
10分経ちました。それではラップの上からね、半分に切ります。はい、いきます。オープン、じゃじゃーん。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。ぜひこちらのサンドイッチも食べてみてください。はい、これで白菜のごまマヨサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにシャキシャキな美味しいサラダに仕上がってます。で、最後ね、仕上げにちょっとブラックペッパーをかけたんですが、これはお好みで OK です。これで完成です。はい、そしてこちらが白菜サラダのサンドイッチです。こんな感じでボリューム満点に仕上がってます。ぜひこちらもお試しください。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。白菜がシャキシャキです。これはすごく美味しいですね。すごくさっぱりしてるんですけど、ごまの風味が効いてすごく美味しいです。いや、これはいくらでも食べれますね。薄くスライスした玉ねぎを入れても美味しいと思います。そして白菜サラダのサンドイッチです。これもいただきます。手づかみで失礼いたします。いただきます。美味しい。これまたね、バターの風味ともすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜サラダのポイントです。まず白菜なんですけれども、綺麗に洗っていただいて、その後1センチ幅に切ってください。少しね、幅が大きい場合は、まず半分に切って、その後1センチ幅に切っていただくといいかなと思います。切り終わった白菜は塩もみして、その後10分置いてください。そうすることで白菜から水分が出て、ドレッシングの味が染み込みやすくなります。あとは今回シーチキンと貝割れ大根を入れました。貝割れ大根に関しましては、綺麗に洗って、その後しっかり水を切ってください。そしてシーチキンなんですが、今回私はノンオイルのシーチキンを使いました。こちらはオイル漬けにしてあるものでも OK です。ノンオイルバージョンもオイルバージョンもしっかりね、オイルまたは水を切ってからサラダに加えるようにしてください。あとはですね、もう混ぜるだけなのですごく簡単に作ることができます。で、ここにね、ちょっとパンチを出したい時はおろしニンニクまたはおろし生姜を入れていただくといいかなと思います。そしてですね、このサラダを使ったサンドイッチも今回ご紹介しました。こちらも手軽に作れてとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。ということでね、今の時期白菜はね、とてもお安く手に入る食材です。手軽に作れてとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はごまマヨドレッシングの白菜サラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。